二人の若い紳士が、すっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬に引き連れて、だいぶ山奥の、木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら、歩いておりました。全体、ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから、早くタンターンと、やってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに、2、3発お見舞い申したら、ずいぶん痛快だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲撃ちも、ちょっと孫ついて、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それに、あんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が、2匹一緒にめまいを起こして、しばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は、2400円の損害だ。と、一人の紳士が、その犬のまぶたを、ちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だ。と、もう一人が、悔しそうに、頭を曲げて言いました。はじめの紳士は、少し顔色を悪くして、じっと、もう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし戻ろうと思う。そいじゃあ、これで切り上げよう。なーに戻りに、昨日の宿屋で、山鳥を10円も買って帰ればいい。うさぎも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士は、ざわざわ鳴るすすきの中で、こんなことを言いました。その時ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関には、レストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろもちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで、実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこで、ひどく喜んで言いました。こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。う。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は戸をして、中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には、金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は、大歓迎いたします。二人は大歓迎というので、もうお喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。どうも変なうちだ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろこれはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその戸を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。う。なかなか流行ってるんだ。こんな山の中で。そりゃそうだ。見たまえ。東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろ二人は言いながら、その戸を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ。一人の紳士は顔をしかめました。う。これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいとこういうことだ。そうだろう。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは、また戸が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。戸には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください、と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。
作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人は、きれいに髪を削って、靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっと霞んでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして、互いに寄り添って、戸をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて、元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。戸の内側に、また変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。いや、よほど偉い人が始終来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い戸がありました。どうか帽子と街灯と靴をお取りください。どうだ、取るか。仕方ない。トロ、確かによっぽど偉い人なんだ。奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。戸の裏側には、ネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものは、みんなここに置いてください、と書いてありました。戸のすぐ横には黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けておいてありました。鍵まで添えてあったのです。はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない。ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろそうだろう。してみると、勘定は帰りにここで払うのだろうか。う。どうもそうらしい。そうだ、きっと。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れて、パチンと錠をかけました。少し行きますとまた戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ。これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥には、よほど偉い人が来ている。こんなとこで、案外僕らは、貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗ってそれから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめい、こっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。するとすぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろ間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は戸を開けて中に入りました。戸の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど。立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。う。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちとこういうことなんだ。これは、つまり、僕らが、ガタ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 、震え出してもう物が言えませんでした。その、僕らが、うわ、ガタ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 震え出して、もう物が言えませんでした。逃げ。ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです。戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚戸があって、大きな鍵穴が二つつき、
銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お中にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からはキョロキョロ2つの青い目玉がこっちを覗いています。うわ、ガタ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 、うわ、ガタ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 、2人は泣き出しました。すると戸の中では、こそこそこんなことを言っています。ダメだよ。もう気がついたよ。塩をもみ込まないようだよ。当たり前さ。親分のガキ用がまずいんだ。あそこへ。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でしたなんて、間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれどももしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。予防か。予防。おい、お客さん方。早くいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方と、ナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。へえ、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌いですか？そんならこれから火を起こして、フライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。2人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなくなきました。中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます。いらっしゃい。いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。はい。ただいま、時期持って参ります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方が猛な布巾をかけて、ナイフを持って、舌なめずりして、お客様方を待っていられます。2人は泣いて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 泣きました。その時後ろからいきなり、ワン、ワン、ワン、という声がして、あの白熊のような犬が2匹、戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一斉、ワンと高く吠えて、いきなり次の戸に飛びつきました。戸はガタリと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その戸の向こうの真っ暗闇の中で、ひゃーお、くわー、ゴロゴロ、という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて、草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどうと吹き吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふーとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那、旦那、と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、おーい、おーい、ここだぞ。早く来い。と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が、草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっきいっぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元の通りに治りませんでした。